はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、久しぶりのビデオポッドキャストです。お待たせしました。はい、今日はですね、私が札幌に1週間ね旅行に行ってきたので、そのお話をしたいと思います。イエイね。札幌はね、私20年ぶりだったんだよね。そうだから子供の時に行った以来だから、あんまり覚えてなかったんだよね。そうずーっと札幌行きたいと思ってて、今回ね、チケットがね5000円とかでセールしてて、ピーチっていう格安航空があるんで、エアラインがあるんだけど、その格安航空でセール、お正月セールかなんかで5000円ぐらいだったの。片道ね。だから往復1万円ちょっとだったんで、買って、よし、札幌行こうっていう感じで行ってきました。はい。まあ、感想は2つだね。1、寒い。2、美味しい。はい、この2つです。はい。まず寒いね。まあ、寒かったね。北海道だからね。北海道の1月だからね。寒いよな、それね。想像以上に寒かったですね。なんか私がその札幌に行く日、ちょうどなんか大雪注意報みたいなのが出てたの。その、日本全体でね。そう。大雪注意報みたいな感じが出てて、その私たちのフライトのその前の日の夜の飛行機が欠航してたの。その札幌行きがね。やばい。なんかワンチャン欠航するんじゃないかと思って。キャンセルかなって思ってたんだけど、幸いにはね、無事に遅れることもなく飛びまして、飛行機が。イエーイって感じ、ラッキーって感じだったんですけど、到着したらね、めっちゃ雪降ってて、超寒かったですね。はい。でもやっぱね、雪国出身じゃない私、普段雪を見ていない私からすると、やっぱ雪って楽しいんだよね。テンション上がっちゃうんだよね、雪見るとね。なんか子供の心に戻るんだよね。そう思いませんかね。だからなんかどんなに雪が降っててもやっぱ楽しかったかなっていう。どんなに寒くてもね。まあでもね、結構ね、道でそのスリップして転んでる人結構多くて、ね、危ない、危なかったですね。はい。なので、このね、まだ雪のシーズンが続くんですけど、これから札幌行く人、気をつけてください。スニーカーとか普通のブーツじゃ転びます。本当に。結構危ない。で、スノーブーツ持ってる人はそれが一番いいんだけど、私はトレッキングシューズを履いていきました。トレッキングシューズってなんかその靴底に滑り止めがついてるじゃない。ね。結構効いたと思う、それが。滑ることはあったけど、転ぶことがなかったんで、おすすめですね。はい。気をつけてね、みんな。危ないからね、転んだら。大人になって怪我するの一番大変だからね。痛いよ。はい。二つ目はね、やっぱ美味しい。美味しい。もう札幌ご飯最高だったね。何を食べたかというと、いろんなもの食べたんだけど、1週間で。一番目はやっぱ海鮮だよね。魚。もうね、札幌の新千歳空港で食べた、勘太郎っていうお寿司屋さんの寿司が、最高にうまかったね。サーモンとか、なんか、イクラとか、いろいろ食べたんだけど、マジうまかったね。なんか、美味しすぎて、もう笑顔が止まらないって感じだった。そう、おすすめ、空港の中の勘太郎っていうお寿司屋さん、そんな高くないし、普通のお寿司屋さんなんだけど、回転寿司なのかな。そう、おすすめおすすめおすすめ。はい。あとはね、ジンギスカンね。ラム肉の、焼肉なのかな。ラム焼肉ですね。ジンギスカンっていう名前の料理なんですけど、マジうまかったね。そう。で、あと野菜もうまくて、そのジンギスカンって、その玉ねぎとかもやしとかキャベツとかいろんな野菜と一緒にラムのお肉を食べるっていう
料理なんですけど、野菜もうまいんだよ、北海道。特に玉ねぎめっちゃ美味しくて甘くて美味しかった。本当に全然違うね、味が。びっくりする。そう。あと、じゃがいもとかコーンとかも食べたの。トウモロコシね。全然味が違う。めっちゃ甘くて美味しかった。うーん。そう、じゃがいもとかね、私美味しすぎて、スーパーで2袋、2袋買って帰ったからね。めっちゃ重かったけど。うん。全然味違う。そう。おすすめ。野菜とかもおすすめですね。はい。まあ、あとはスープカレーね。札幌スープカレーも有名で、そのスープカレーの中には、その札幌の多分野菜、季節の野菜が入ってるんだよね。だからより一層美味しいの。で、寒いじゃん。で、スープカレーあったかくてうまみたいな感じ。で、美味しかった。スープカレーも有名です。あと札幌味噌ラーメン。3回食べましたね。1週間で3店舗有名なお店に行って、1店舗目はね、信玄っていう、すごい有名なところ。1時間ぐらい待った。で、2店舗目は一元っていうエビ味噌ラーメンだった。美味しかった、これも。で、3店舗目はちょっと遠いんだけど、中心地から、電車で30分ぐらいかな。行ったところのすみれっていう味噌ラーメン。はい。この3つ行って、私的に一番好きだったのはすみれだったかな。うん。そう。うまいの、味噌ラーメンのお店いっぱいあるから皆さんぜひ食べてください。有名店はね、並ぶけどね、並ぶ価値があると思います、私的に。めちゃうまい。はい。しかもね、寒いからね、寒い時のラーメンってマジうまいじゃん。ね、美味しい。で、あと食べたのが、あとはなんかチーズとか牛乳とか、ミルクソフトとかもうまかった。その乳製品も美味しかったですね。牛乳とかもすごい好きだから私。そう。戻りたい。そう、そんな感じかな。あと何食べただろう。あとはね、地元のその札幌料理とかもいろいろ食べたんだけど、基本的に全部めっちゃ美味しかったですね。やっぱ素材が美味しいんだよね、北海道って。なんか素材の味が違うから、やっぱもう基本的に違うね、東京と。うん。はい。ただですね、ちょっと今回の、反省点というか気をつけた方がいいなと思ったのが、やっぱね、今ね、観光客超多いんだよね。どこのエリアもそうだと思う。日本に来てる人めっちゃいっぱいいるじゃん、外国から。で、日本人もいっぱい旅行してるから、すごい観光客が多かったんだよね。で、ミスったのが、やっぱ有名店行きたいじゃん。美味しいって言われるところに行きたいんだけど、そのレビューが1000とか2000とかあってポイントが高いところってだいたい1時間ぐらい並ぶんだよね。そう。で予約も受け付けてないの。だから並ぶしかないんだよね。で、結構そのスープカレーとかのお店で並んでたら途中でソールドアウトみたいな、売り切れましたみたいなこと言われて、はぁみたいなこととか、そのお腹空いてんのにあと30分待たなきゃいけないとか、そういうのが結構あったので、私的におすすめだったのが、その Google レビュー今見るでしょ、レストランって。その Google レビューのポイントが高いんだけど、そのレビューの数がだいたい100とか200ぐらいだったら、予約ができるお店もあるし、そんなめっちゃ混んでるわけじゃない。だけど美味しいみたいな。なんかあんまりみんなに知られてない地元の人たちが行ったりするお店だと思うんだよね、それ。そう。だからポイントが高くて1000とか2000のレビューがあるところは、行ってもいいけど、あんまりおすすめはしない。そう。それよりもなんか100、200ぐらいのレビューがあってポイントが高いお店に行くとスムーズに入れるし、もっと地元の雰囲気を楽しめるんじゃないかなと思います。はい。これが私の今回学んだことですね。はい。やっぱね、予約できるお店がいいね。その札幌で1時間待つとかね、クソ寒なのね。クソ寒かったですね。1時間。はい。それでもいいよっていう方いると思うんですけど、私的なアドバイスです。これは。はい。以上。今までね、北海道行ったことあるよ、札幌行ったことあるよっていう方とか、これから行くよっていう人いれば、ぜひ YouTube にコメントお待ちしております。はい。
そんな感じで今日は、札幌に行ったよっていう話でした。はい、今日話した話またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。はい、YouTube がね1万6000人、気づいたらね1万5000人を突破して1万6000人になりそうなので、またライブをしたいと思います。来月ぐらいかな。はい、またお知らせします。お楽しみに。はい、あとですね、新しく会話グループクラスを始めます。はい、のりこさんとみずきさんに参加していただいて、グループレッスンを始めます。で、説明会が2月18日の、日本時間11時と夜9時から2回行われます。で、参加したい方は、その概要欄に、Google フォームの参加できる URL を貼り付けておりますので、そちらから参加のお申し込みをお待ちしております。はい、Zoom でやります。無料です。ぜひ興味ある方ご参加お待ちしております。はい。あと Patreon こちらメンバーも募集しております。はい、Patreon では私のお休みポッドキャスト、別のポッドキャストとか今回のポッドキャストで出てきた新しい言葉を説明したりしてます。あとブログが読めたりできるので、ぜひ参加お待ちしております。最後にあとプライベート会話レッスンとシャドーイングコースも新しいメンバー募集しておりますので、詳しく私のウェブサイトをご覧ください。喋りまくりました。はい。ということで、皆さんもうあっという間に2月でね、まだまだ寒い時期が続きますので、お体にお気をつけて毎日頑張ってください。毎日頑張ろうねみんな。ということで、また次回。さようなら。